ご視聴ありがとうございます。今回は巨大な駅に挟まれた駅の過去と未来に迫ります。数年で大きな変化を遂げた路線にある一見地味な駅の歴史、そして駅の内外で始まる準備に注目です。私が今乗っているのは相鉄東急直通線の下り列車です。今年3月に開業したこの路線は横浜を起点とする相模鉄道、略して相鉄の都心直通ルートとして開業したもので、2019年11月30日に開業していた相鉄 JR 直通線に次ぐ2本目のルートです。次の羽沢横浜国大駅の手前で東急 JR それぞれのルートが合流し、さらにその次の西谷駅で相鉄本線に合流します。この列車は相鉄線内で最も速い種別特急です。目的の駅には止まらないので、次の西谷駅で乗り換えです。西谷駅は2つのルートの開業に先立って大改造され、特に下り寄りには折り返し線が2本新設されました。私が向かうのが次の鶴ヶ峰駅です。ホームに降ります。ホーム2つ、線路4本の西谷駅とは違い、線路は上下2本ずつで、ホームは線路の両脇にあるよくある構造の駅です。駅の上り寄りは急カーブで、ホームの一部がカーブにかかっています。屋根の下には前方監視用のモニターが。この辺りに改札への動線はないので、駅の下り寄りへと進みます。上り線にやってきた列車は最初に私が乗っていた列車に似ていますが、私が乗っていた列車は東急目黒線直通の8両編成なのに対し、あちらは東急東横線への直通列車で、両数も10両です。相鉄線は10両か8両で運行されており、停止位置は下り寄りに寄せられているため、ちょうど2両分進んだところに8両編成用のモニターがあります。ほどなくして、下り線に列車が到着です。日中でも、列車が絶えることはありません。この列車は横浜駅からやってきた列車で、東急や JR には直通しません。この車両は、相鉄線内しか走れない車両です。ホームは一旦広くなり、ベンチや自販機も並びますが、少し先に行くとまた狭くなります。上り線にやってきたのは JR 線に直通する列車。この駅には合計4系統の列車がバンバンやってきます。前から3両目のあたりには待合室があり、その近くにはトイレもあります。その奥にあるのが改札につながる階段エスカレーターです。そしてもちろん構内にはエレベーターもあります。改札階や上りホームに行く前にこの駅の立ち位置をおさらいです。鶴ヶ峰駅があるのが西谷駅と二俣川駅の間です。二俣川駅では相鉄本線と泉野線が分岐するため、相鉄で最も列車本数が多い区間にあり、この区間の途中駅は鶴ヶ峰だけです。西谷も二俣川も上下線が2本ずつあり、すべての種別が停車するのに対し、鶴ヶ峰には特急が止まらず、線路も上下線が1本ずつです。今では5つある種別のうち、通過するのは特急だけで、通勤特急以下のすべての種別が鶴ヶ峰に止まります。なお、通勤特急と通勤急行は平日朝に上り列車のみが運行されるため、鶴ヶ峰に停車する列車のほとんどが、確定と快速。日中でも毎時14本前後が止まります。そして特急と通勤特急の違いは、この鶴ヶ峰に停車するか否かだけです。特急が止まらない他の駅とは扱いが違いますが、それは今に始まったことではありません。JR や東急への直通線がまだなく、そして西谷駅が改造される前、相鉄の種別は、急行、快速、確定の3つだけでした。二俣川より先では、急行が本線、快速が泉野線と分けられ、すべての列車が各駅に止まっていました。一方、急行に混雑が集中するのを避けるため、また、遠距離からの乗客の利便性を考慮し、急行は横浜二俣川間ではノンストップ。途中駅を確定とともに保管していたのが快速でした。当時、横浜二俣川間の急行通過駅の中では、鶴ヶ峰駅が乗降客数最多でした。それは今でも同じで、2019年度の乗降客数は、1日平均で5万7千人ほど。次に多い星川駅が2万8千人ほどなので、2倍以上の差をつけています。ちなみにこの駅、がの字を大きく書くか小さく書くかはまちまちで、相鉄のウェブサイトでは大きく書いてある一方、自治体の資料などでは小さく書かれていることもあります。駅名板は見やすさなどを考慮し、
大きい文字を9割程度に縮小したものを使っていますが、看板にはそれより小さいものもあるなど、結構違いがあります。なお、この動画では基本的に大きいがの字を使います。改札へと向かいます。この駅の駅舎はホームの上にあります。使用が始まったのは1962年で、その後改修工事が行われたのか、天井は高くて開放感があります。天井には駅名にちなんだのか、鶴の模様が入ったパネルがあります。相鉄の駅構内にはファミマが出店しており、この駅の構内にもあります。床に継ぎ目があるため、ファミマは後から増築されたようにも見えます。上りホームの階段のたもとには、こんな張り紙が、平日朝ラッシュにおける運行パターンの抜粋です。この先、西江と星川で列車同士の接続ができます。鶴ヶ峰と星川には通過列車があるほか、西や始発の上り列車の存在もあり、パターンは複雑。また、整列乗車の案内もこの複雑さ。都心直通で便利になったものの、乗りこなすのは大変そうです。上りホームに降ります。下りホームに比べ、こちらは全体的に幅が広いのが特徴です。また、この駅のトイレは改札階にはなく、上下のホームにあります。下りホームのトイレは階段エスカレーターよりも上り寄りにあったのに対し、上りホームのトイレは駅舎の真下にあり、ホームを圧迫しないようになっています。上り線の時刻表がこちら。最大で1時間あたり21本が運行されています。また、通勤特急が運行されている時間帯も特急が運行されているため、一番多い7時台は、通過列車も含めると、上り線だけで30本近い列車が運行されています。ホームの中ほどあたりから、壁際にはベンチが並び、自販機も狭めの間隔で配置されています。前から3両目あたりの場所には、待合室が。相鉄のマスコットキャラ、ソーニャンがお出迎えです。待合室が改札から遠いのは不便な気もしますが、ホーム中ほどのベンチなどと合わせ、少しでも乗客を改札から遠ざけて混雑を分散する狙いがありそうです。また、起点である横浜駅のメイン改札はホームの突き当たりにあるため、それも関係しているのでしょうか。ホームの端に到着です。上り列車ではここが女性専用車ですが、よく見ると、それは東急東横線に乗り入れる列車の時だけです。横浜方面と JR 直通の場合は、最後尾の8号車か10号車が女性専用車になります。また、東急目黒線直通列車には、女性専用車がありません。これらはすべて、女性専用車の有無や位置を乗り入れ先に合わせた結果です。改札へ戻ります。改札機の横には、ソーニャンのぬいぐるみがお出迎え。これには別の意味がありそうですが、それは一旦置いといて。北口南口のうち南口から駅の外に出ます。地上に降りるルートもありますが、南口にはペデストリアンデッキが続き、道路を越えて商業施設に行けます。この商業施設、ココロット鶴ヶ峰は2007年にオープンしたもので、正確にはビル全体の名称です。もともと畑や住宅などがあったところを再開発し、商業施設の上にマンションが載った29階建て、最高高さ 108.5 メートルの巨大な建物です。一方、駅との間の道路はこの狭さ。バスが止まれば車線が塞がれます。ちなみにこの奥には、相鉄の広告営業所があります。そのさらに奥に、序盤で出てきた、下りホームが膨らんでいた場所が、建物がない場所の幅を広げたように見えますが、建物は後からできたものです。商業施設を回り込みます。駅の南側のバス乗り場は複数の場所に点在し、屋根がないものもあります。本数がそこそこ多い系統もありますが、1日平均5万7000人が利用する駅前にしては、随分寂しい感じです。そう、この駅のメインのバス乗り場は、南口ではなく北口にあるのです。駅舎は経由せず、駅の西側の踏切を通ります。日中でも列車本数が多いため、踏切がなかなか開かず、救急車が足止めされています。この辺りは生活道路も多いため、救急車などが通れる踏切は上下方向ともに数百メートル離れています。救急車が渡り始めてすぐ、警報器が鳴ります。救急車だけをかろうじて通し、再び遮断機が下がります。鶴ヶ峰に止まる列車も多いため、片側1車線しかない道路は渋滞気味です。列車がここですれ違ったりすると、歩行者や自転車も増えます。
線路の北側には中小規模のビルが並んでいます。再開発で商業施設ができた南口とは異なり、北口には古くからの商店なども集まっています。横浜エリアを地盤とする銀行や信用金庫の支店が駅の北側にあるほか、この建物の向かいにはスーパーもあります。そしてその先で人々が吸い寄せられていくのが北口バスターミナルです。この看板はガの字が小さいですね。南口とは違って本格的なバスターミナルで屋根もびっしりついています。系統もこの多さで乗り入れるバス会社も複数あり、日中でも人の流れが絶えません。周辺一帯のバスの結節点となっていることや、鶴ヶ峰駅のそばに横浜市旭区の庁舎があることが、鶴ヶ峰駅の賑わいにつながっています。相鉄線の北側にある街道へのアクセスを重視しつつ、駅前にターミナルを作る土地がなかったため、駅から微妙に離れた立地になったのでしょうか。駅へと戻ります。踏切が再び鳴り、歩行者が足止めされています。相鉄で最も列車本数が多い区間が上、周辺の立体交差も限られているため、開かずの踏切問題は深刻ですが、この状況に対する解決策は、すでに動き出しています。そしてその痕跡が、駅構内にあったことにお気づきでしょうか。上りホームの床面にあった、部分的に蓋がされたような場所と、壁側の仮囲い。それまでのホームにあった構造物の改修が進んでいます。鶴ヶ峰駅周辺では今、連続立体化事業が進んでいます。対象区間は、鶴ヶ峰駅の東側から、隣の二俣川駅のすぐ横までの、およそ 2.7 キロ。ピーク時に1時間あたり40分以上閉まっている、いわゆる開かずの踏切5カ所を含む、10カ所の踏切がなくなります。相鉄では過去に、星川駅付近などの区間で立体化が行われ、鶴ヶ峰駅周辺の区間は、それに次ぐものと位置づけられています。また、横浜市が2016年に公表した資料で、立体化の候補として挙げられている5カ所の中で、最も優先度が高いとされていました。大半の区間で今の線路と同じ位置に建設されますが、鶴ヶ峰駅の前後には急カーブがあり、スピードアップの妨げになっていることから、駅を北側に移し、カーブを緩くする計画です。この急カーブは切り通しになっており、編成全体を見ることはできないものの、相鉄の有名撮影地として知られています。また、この先にある日市や3号踏切も同じで、相鉄線撮影地として Google マップにも載っています。一方、移設後の線路は駅北側の商業地域を通るため、高架で突っ切るには用地取得コストがかかります。また、標高が低い土地があり、高架だと設備の位置が高くなりすぎます。2016年から2年間、測量や地質調査、設計が行われ、なくせる踏切の数や街づくりへの貢献度、コストなどを踏まえ、対象区間をすべて地下線にすることが決まりました。駅部分などは、地上から掘り下げる開削工法で建設されるものの、大半の区間は、地中を機械で掘り進む、シールド工法と呼ばれる工法で建設されます。上りホームで工事が少し進んでいるだけに見えますが、実はこの壁の向こう側では、さらなる進展を見せています。上りホームにつながる階段エスカレーターの上から、駅の北側を見ると、かつて保育園などがあった場所が整地され、重機が搬入されています。昨年1月に都市計画決定され、同年11月に着工したことで、今後工事のペースは上がります。工事期間はおよそ11年で、完成予定は2033年の見込みです。ご視聴ありがとうございました。